こんにちは、ミルトンです。今日は夏の車中泊には欠かせない網戸を1枚15分110円で作ってみました。完成品がこちら。そして実物がこちら。実はこの網戸、ダイソーのリア用のサンシェードを改造して作ったんですけれども、難しい作業はほとんどなくお手軽に作ることができましたので、結構テンション上がりました。材料を探しにダイソーにやってきました。そこで見つけたのがこのリアガラス用のサンシェード。これは黒と白2つ種類があり、サイズはどちらとも縦50、横100センチなのですが、白いリアシェードは150円で売られていました。私は車体に合わせて黒い方のサンシェードをゲットしました。この商品、本来はこの動画のようにリアガラスに取り付けて外から見えなくする商品です。中身を開封すると吸盤で本体を挟んで取り付けるタイプ。シェードにはよくある吸盤取り付け用の穴が開いていませんので、これをこのまま小さく作り変えれば網戸として使えるようになります。またこのダイソーのサンシェードは網の目がとても細かく、通常の網戸が 1mm の隙間なのに対し、このサンシェードは 0.3mm もありません。普通のイエカやヤブカ等なら体長 5mm 程度ですので、左側の網戸でも十分防げますが、海辺や川沿いに多数生息するヌカカという小型の吸血性のハエは体長 1mm 程度なので、場合によっては普通の網戸をすり抜けてしまいます。実は私、去年このヌカカに刺されてめっちゃかゆい思いをしたので、このサンシェードは車中泊やキャンプ用の素材としてバッチリだと思いました。今回は1枚15分110円ですぐできるタイプのものと、少し時間はかかりますがシワが寄らず見栄えが良いバージョンの2タイプを作ることにしました。まずは15分でできる方を作ってみます。実際にリアの窓枠に当ててみます。高さは純正かと思えるほどぴったり合ってますので、横を少し調整するだけでいけそうです。シェードの固定はゴムパッキンの隙間にシェードの針金を入れていけば簡単に固定できます。窓枠のゴムパッキンに仮止めしてみたところ、シェードの枠も太さがバッチリで、枠の針金の長さを調整してジャストサイズに合わせることにしました。このシェードの針金部分はアルミの連結具で連結されている場所があるので、まずは手で探って連結部を探します。このように連結されて膨らんでいる箇所を見つけたら、その部分をカッター等で少し切って連結部を露出させます。次に連結部分をペンチで切って長さを整えていきます。窓枠の角に向かって針金を押し込むと、ゴムパッキンにぴったりフィットして隙間が一切なくなります。この時私はカットした部分の仮止めをマスキングテープで留めましたが、下にあるクリップのようなもので留めると作業がより早く終わると思います。この仮止め部分を固定するためにホームセンターで材料を探しました。直径 4mm、長さ約 1m、121円のアルミパイプを購入しました。このパイプ、ペンチで潰せば簡単に加工できます。内径も 3mm とダイソーシェードの針金とサイズ感もぴったりなので、これは結構おすすめです。パイプを留め具として使う長さは1枚あたり4センチもあれば十分ですので、ダイソーのパイプカッターでカットしていきます。パイプカッターのくぼんだ部分にパイプをセットして黒いネジを締めます。パイプが丸い刃の部分に固定されますので、固定されたらパイプをゆっくり回していきます。これでパイプが少しずつ切れていき、回す力がほとんど入らなくなりますので、さらにネジを締めてパイプが切れるまでこの作業を繰り返します。これは 1、2分で終わる作業です。次にシェードの針金部分をパイプの両側から刺したら、あとはペンチで潰すだけです。
この作業は車に合わせながらやるとよりぴったりなものができると思います。このままで完成でも良いのですが、見栄えを良くするためとアルミの連結部分で車体に傷をつけないようにダイソーの裾上げテープとアイロンで穴を塞ぐことにしました。シェード自体はポリエステル素材なのでアイロンを使っても全く問題がありません。裾上げテープを穴より少し大きめにカットしたら、あとはアイロンをかけるだけです。裾上げテープはスチームか接着部分を水で湿らせてからやるときっちり接着できるそうです。結構強めにこすっていますが、取れることはありませんでした。完成したのがこちら。やり方が分かっていれば15分もかからないと思います。次に運転席の網戸も作っていきます。作り方はリア側とほとんど同じです。カッターで針金の連結部分を露出させたら、連結部分をペンチで切ります。窓枠の角に針金を押し付けて、窓にぴったり合うように針金を調整します。カットする針金の長さは3、4センチ長めに切っておけば大丈夫です。先ほどと同様、アルミパイプを適当な長さにカットして針金の留め具にします。このカットしたパイプの中に針金の両端を入れます。潰したアルミパイプの部分はかなり頑丈なので、素手では取れないほどきっちり固定することができます。ダイソーの裾上げテープとアイロンで穴を塞いだら完成です。こちらがリア側、こちらがフロント側です。右側のフロント側の方は小さく作ったのでシワが目立つようになっています。このシワを防ぐためにこのように巻きつけて実際に取り付けてみたいと思います。このように針金に巻きつけると多少シワが伸ばすことができるようになります。フロント側に取り付けていきます。窓枠に合わせていくだけでぴったりフィットさせることができます。念のため隙間がないかチェックしていきます。このように一切の隙間のない網戸を作ることができました。フロント側は網に若干シワが寄っていますが、1枚15分程度で網戸を完成させることができました。リア側の網戸も同様に取り付けていきます。このように窓枠にはめていくだけですので、簡単にセッティングも完了します。取り付け完了しました。15分ぐらいで作った割には一切の隙間がなくていい感じです。この辺りも一切隙間はありません。このように窓が半分までしか降りないタイプの車の方もいらっしゃると思いましたので、同じ網戸で窓を半分下ろした状態でもセッティングをしてみました。フロント側もリア側も隙間のない形で網戸をセットすることができました。窓が半開きの状態でも網戸を使うことができます。110円程度で完成させられたので、個人的にはかなり満足しました。写真のようなシワの少ないタイプのものも作ってみました。作り方は若干変わりますが、使う材料は全く変わらず、シェードと裾上げテープ、アルミパイプのみでできます。先ほどと同様、シェードの連結部分を見つけたら、カッターで針金の連結部分を露出させます。
この連結部分は柔らかいので素手で折り切ることも可能です。針金をシェード本体から引き抜いて外します。外し終えた針金は窓枠に当てていきます。赤丸4箇所の針金を折り曲げて窓枠に完全にフィットするようにします。曲げる角度や曲げ方はそれほど精密にやる必要はなく、針金の角が窓枠から隠れて見えなければ大丈夫です。あらかじめカットしておいたアルミパイプを使って針金を固定していきます。この際にアルミパイプの中で針金が重なるように入れて固定すると、より強力に留めることができます。固定する際には窓枠に当てて長さの調節をしてからペンチ等でかしめると、よりぴったりフィットさせられます。取り外していた網に型を取った針金を乗せます。針金に合わせてハサミで網をカットします。この作業は切る部分が裾上げテープで隠れるので、切れ目が多少汚くても問題ありません。接着する長さに合わせて裾上げテープをカットします。この長さも少し長めに切っておけば精密にやる必要はありません。裾上げテープの接着面にスプレーで水を吹きかけます。これはスチームでも良いのですが、接着面が狭いので私はスプレーで水をかけることにしました。型通りに仕上がるよう針金を何度も当てて接着する面を微調整しながら作業を進めます。アイロンをかける前のスプレーですが、水なしでやると裾上げテープの接着力が弱まるそうなので、面倒ですがスプレーをしています。網戸の四隅の曲がる部分は裾上げテープをカーブさせることできれいに接着することができます。すべての面を接着を終えたら、針金を裾上げテープで包み込むようにして固定をしていきます。実はこのアイロンがけの作業が一番時間かかりました。完全に接着する前にシワの寄っていた網の部分にアイロンをかけました。ある程度シワを伸ばしたら、針金を包む部分がギリギリに来るようにセットをします。これで完成です。実際に貼ってみます。市販品と比べると多少たるんでいる部分はありますが、一切隙間のない網戸を作ることができましたので、個人的には満足いきました。運転席ドアの網戸の型も取っていきます。サンシェードから針金を外して窓枠に針金をセットしていきます。ミラー横の角も車体に合わせ微調整しながら曲げていきます。運転席側の枠取りは曲げる角度や長さを細かく調整しなければならないので、ちょっと難しかったです。実はこの部分の作成で大失敗してしまって、この部分を作り直しました。失敗したものを先にご覧いただきます。一見すると窓の形に仕上がっていていい感じに見えますが、実際に窓に取り付けてみます。完全に失敗しちゃいました。ここも穴が開いちゃってますし、ここも隙間がもうがっつり開いちゃってます。これは窓枠側が鈍角で作られているのに対し、私の型取りが甘く網戸を直角で作ってしまったのが原因でした。また針金という特性上形が変わりやすかったのも失敗の要因の一つでした。この失敗を繰り返さないため、
以前作った目隠しシェードをガイドとして使いながら網戸を作り直してみました。作り方はリア側と全く同じで、ガイドとなる目隠しシェードに合わせて網を切ったら、ダイソーの裾上げテープで針金を巻き込むように貼り付けていくだけです。貼り付け方は結構雑ですが、窓枠で見えなくなる部分ですのでよしとしました。実際に窓枠に取り付けてみます。サイズがぴったりすぎてセッティングもすぐに終わってしまいました。隙間も一切ありません。純正の網戸には及びませんが、個人的にはそこそこ見栄えの良いものができたので結構嬉しかったです。この裾上げテープの網戸、何度か折りたたんでドアポケットに入れたりしてみましたが、現時点では壊れることはありませんでした。今回は15分でできるお手軽なものと時間をかけたもの2タイプ DIY してみました。今年の夏、車中泊でたくさん使ってそれぞれの耐久性等も検証してみたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。